買うのをやめましょう。これがシンです。こんにちは。今日は、初心者におすすめのリューターをご紹介していきたいと思います。リューターです。ジュエリー制作始めたばかりの人、一番最初に欲しくなるのがこのリューターだと思います。ただリューターはいろんなメーカーから出ているし、いろんな種類があって、そして値段も数千円のホビー系から、十数万円のプロユースのものまでですね、たくさんあるので、ピンキリでどれを選んだらいいかわからないっていうのが、正直なところだと思います。僕もね、今はこの中西の EMAX っていうのを使ってますけども、これまでいろいろ買ってきました。それこそホームセンターで数千円、3000円くらいのホビー系のリューターも買ったし、5万円くらいのね、こういうリューターも持ってたりします。で、いろんなブログだったり動画を見ていると、たくさんのリューターを比較してご紹介していると思うんですけども、今日は僕がいろいろ使ってきた中で、特におすすめしたい1台に絞ってですね、ご紹介していきたいと思います。特に初心者におすすめしたい理由としては、価格があるんですけども、価格に見合った商品になってきますので、当然デメリットもあります。だから今日はおすすめしたいポイントと合わせて、その安いなりのデメリット、そして長く使っていく上での注意点なんかを合わせてご紹介していければなというふうに思っております。ぜひ今日の動画を参考にしていただいて、リューターですね。ちょっと今日のリューターをご検討いただければと思います。それではジュエリークラフト、今日も最後までお付き合いください。よろしくお願いします。ジュエリークラフトへようこそ。このチャンネルでは彫金やワックスモデリングなどジュエリー制作の技法とノウハウをご紹介しております。はい、今日はですね、初心者の方におすすめのリューター1台に絞ってご紹介してまいりますので、よろしくお願いします。僕はですね、これまで結構いろいろ買ってきました。ホビー系のシャフトモーター、大体5000ぐらいですかね。それから、プロクソン、のミニルーターですね、約1万ぐらいで買えるミニルーター、それからこの TPS、ハンドモーターですね。あと今使っているのがこの中西の、EMAX というものです。これもだいぶ古いので、今は全然形違うんですけども、これずっと15年ぐらい使っております。そして、ちょっとこっちにあるんですけど、このフォアダムの、見えるかな、フレキシブルシャフトモーターですね。フォアダム、吊り下げ式のリューターも持っております。結構いろいろ買ってきたんですけども、結論から言うとですね、1万円以下の商品は買うのをやめましょう。はい。なぜなら、長時間持たないからです。ハンドピースの中とかにモーター入ってるんですけども、長時間の作業でね、熱を持ってしまって、手がね、熱くなっちゃってね、作業できなくなっちゃうんですね。だから、あまり安い1万円の以下の品っていうのはちょっとね、買わない方がいいんじゃないかなと僕は思います。それと、これ5万円ぐらいで買ったリューターですけども、ちょっとね、壊れちゃって、これ今使ってない状態です。修理出せばもちろん治るんですけども、そんな感じでいろいろ買ってはきました。で、そんないろいろ買ってきた中で、僕が一番今おすすめしたいリューターというのが、約2万円で購入できるこの S&F マイクログラインダーツイスター200になります。C ホースから出ているものになりますね。この、マイクログラインダーツイスター200、おすすめしたい理由はもちろんなんですけども、約2万円と業界でも最安値だと思います。で、安いなりに当然デメリットもあります。なので今日はその安いなりのデメリットと、それから長く使っていく上で気をつけなければいけないことを整理してお話ししていきたいと思っております。ではまず早速ですね、おすすめしたい理由からお伝えしていきたいと思います。
ポイントは6つあります。回転数、音、ハンドピース、精度、フットスイッチ、そして価格です。まず回転数ですね。あんまりね、回転数気にされている方いないかもしれないんですけども、例えばね、地金に穴を開けたり、それから削ったりする作業と、研磨剤をつけて表面を磨く作業工程ではですね、回転数で全然ね、仕上がりが変わってくるんですよね。そのためにできるだけ幅広い回転数を持ったリューターが望ましいと言えます。で、この、S&F マイクログラインダーツイスター200はですね、3000から35000回転と幅広い回転数を実現しているというものになりますね。で、次は音です。マンションやアパートの一室で作業されている方、非常に多いと思います。だから、できるだけ騒音は避けたいですよね。で、このツイスター200ですね、静音設計が完璧かとはちょっと言えないんですけども、騒音かというと、そんなにね、騒音と言うほどうるさくはないです。で、実際ですね、インスタを中心にその販売活動をしている個人作家の多くはこのリューター使ってます。で、動画なんかを見ていると、マンションとかアパートの一室で使っておりますので、全然ね、問題ないと思います。で、次にハンドピースです。ハンドピースね、長時間作業していく上で、疲れない、苦にならないようにハンドピースにこだわると非常に大事ですよね。で、リューター選びで注目したいのはこのハンドピースの重さと大きさです。重いとね、持っててやっぱり疲れますし、大きすぎると作業がしにくいです。で、僕ですね、今約20年ぐらい仙台ここで彫金教室やってるんですけども、約25名ほど生徒さんがいらっしゃいます。で、全員女性です。で、皆さんですね、このリューターツイスター200使っていただいてますけども、長時間作業する場面も多いですが、特に苦情は出てなく問題なく使えております。はい、次に精度ですね。精密な作業ができるかどうかというところですけども、さすがに、高い機械と比較するとその精度は劣るんですけども、目立ったブレほとんどないです。で、精密な作業だったり研磨だったり、彫刻とかね、全く問題なくできます。細かな彫金作業に非常に向いているリューターだと言えます。はい、次にフットスイッチです。手元にスイッチついてるんで、これだけで十分なんですけど、このツイスター200には標準でフットスイッチ、フットペダルがついております。オンオフのフットスイッチになります。で、そのオンオフのスイッチがあれば、フットスイッチがあれば、結構手元を作業しなくても、足でオンオフ切り替えられますので、非常に作業効率よく行うことができます。そして最後、価格ですね。約2万円と非常に、お手頃な、初心者の方でも手が届きやすい価格になっていると思います。で、ただ、約2万円ということですけども、部品とかやっぱり物流の値段、昨今の社会情勢で上がってると思うんですよね。結構利益を抑えている商品だと思います。で、いずれ、このリューターの価格も少し値上がりするのではないかと思いますので、まだリューター持ってない方はですね、この機会にぜひこのリューター、検討してみてはいかがでしょうか。はい、ここまではおすすめしたいポイントだけをお伝えしてまいりました。ただ、このツイスター200ですね、価格が約2万円と非常に買いやすい価格になっております。約2万円と安いということは、それだけ原価を抑えてるってことになりますので、安いなりのデメリットも多少あるんだということを、頭に入れておかなければなりません。で、このデメリットとなるポイントをまとめました。それは5つあります。5つもあるのかって感じですけども、そうです。5つ一応僕の中では5つのデメリットがあると思ってますので、ちょっとお聞きいただければ幸いです。5つご紹介してまいります。1つがトルクが若干弱い。デジタル表示ではない。機種によって多少ばらつきがある。モーター内のカーボンブラシが消耗する。プラグが抜けやすいです。はい。5つありますので、ちょっと1個ずつご紹介してまいりますね。
最初トルクが弱いということですけども、トルクっていうのが対象物に強く押し付けた時に、回転数を落とすことなく回り続ける、馬力になります。で、正確な数値を測ったわけではないんですけども、このツイスター200ですね、若干やっぱり弱く感じます。はい、とは言っても、普段の作業においてグッとね、強く押し付けるって作業はあんまりあるわけではないと思います。ちょっとね、太めのドリルバーをつけてグッと押し付けるなんてことはあると思うんですけども、あんまりね、太い穴を開けるときにこれ使わないですよね。なので、さほど気にする必要はないです。で、2つ目が、デジタル表示ではないということ。デジタル表示のメリットは、再現性があることです。製品をね、たくさん量産するときなんかは、毎回違う結果になってしまったのでは、仕上がりにばらつきが出てしまいますので、そのデジタル表示であれば、毎回同じ数字で、同じ再現で、結果が得られるものになります。ただ、普段の作業において、デジタル表示じゃないことの不便さってあんまり感じないと思いますね。はい。で、3つ目は、機種によって回転数にばらつきがあるということです。これ、複数台持っているからこそわかることですけど、同じ回転数に合わせて、使ってみても多少ですね、ばらつきがあります。回転数にばらつきですね。おそらく、モーターに個体差があると思うんですけども、そもそも個人の作家さんであれば、これを3台も4台も持つ必要はありませんので、1台あれば十分なので、これね、あんまり気にしなくていいです。4つ目。ちょっとこれ、気にしてもらいたいのが、モーターのカーボンブラシの消耗です。はい。ほとんどのモーター製品に共通することかもしれませんけども、ユーター内のモーターの通電だったり、その火花の発生を抑制するためにですね、カーボンブラシっていう部品があります。こちらをご覧いただければと思います。ここを回すとですね、これですね。ここをネジで外して、ストレーパーで外していきますね。これがカーボンブラシになります。で、この部分が擦れて減っていきますので、これはいずれ消耗品なのでいずれ交換が必要になるというものになります。2個セットで1000円くらいで販売されていますので、交換は非常に楽で、こうやってカーボンブラシをセットして、精密ドライバーで締めてあげればセット完了になります。あとはこっち側とこっち側と2箇所ありますので、両方を交換してあげるという感じになります。で、あとはこれを戻してあげれば完了です。で、そのカーボンブラシ自体は1000円くらいで手に入りますし、精密ドライバー1本あれば、女性の方でも簡単にですね、交換が可能です。で、リューターコを使っていて、なんか音がおかしいななんていうふうに感じたらですね、そのカーボンブラシ、この中に入っているブラシがあるんですけど、それがですね、摩耗している可能性があります。これだけね、ちょっと頭に入れててください。はい。で、交換の時期っていうのは、そのユーターの使用頻度によって全然変わるんですけども、毎日酷使するのでなければですね、だいぶ長持ちすると思います。
おそらく2年ぐらいは持つんじゃないかなというふうに思いますね。はい。で、最後、プラグが抜けやすい。ここのプラグですね。はい。こんな風に、ちょっと、このハンドピースと本体をつないでいるこのプラグが若干抜けやすいなというのは正直あります。少し緩く感じるんですよね。よいしょ。はい。で、作業中に抜けるってことはほとんどないんですけども、まあ、ちょっとね、こう引っ掛けた時にふと抜けちゃう時があるので注意が必要です。以上、ここまでデメリットについてね、ご紹介してまいりました。はい、ここからは、このツイスター200がコスパがいいという僕が言い切る理由をですね、ちょっとお話したいと思います。で、僕は今、この中西というメーカーの、EMAX っていうのを使ってるんですけども、これかれこれね、15年ぐらい使っております。長く使ってて、このハンドピースが、ちょっとね、摩耗したり壊れちゃったりして、実は買い替えております。それで、これ今3代目になるんですよね。このハンドピース自体が結構高くて、1個約5万円します。で、そう考えると、最初これ買った時の代金、ハンドピースその時はついてるんですけど、約12万円です。で、後からハンドピースを2つ買い替えてますので、約5万円かける2台で、約10万円。で、合わせると22万円になるんですよね。で、そう考えると、なんとこのツイスター200約2万円ですので、10台から11台ぐらい買えちゃうという感じになります。で、個人の作家さんで、通常の使用環境で使用量であればですね、これ、おそらく2、3年は持つと思います。消耗品だと割り切ったとしても、後からね、買い替えたとしても、この上位機種をいきなり買うよりはずっとコスパがいいということがわかると思います。でまた、こういった機械類は、毎年のように新しくていい、安くていい製品がたくさん出てきております。そのためまずはですね、初心者の方は、約2万円で手が届きやすいこの、リューターを、購入してはいかがでしょうか。はい、以上今日は、初心者の方におすすめのリューター、S&F マイクログラインダーツイスター200をご紹介してまいりました。このマイクログラインダーツイスター200はですね、業界の中でも最安値と言っていい価格になります。で、おすすめしたいポイントをまとめるとですね、5つございました。1つ目が幅広い回転数を実現しているということ。3000から35000回転の、広範囲な設定が可能なので、いろんな作業に向いていて作業領域が広がるということですね。それから音が比較的静かだということです。完全な静音設計ではないと思いますけども、騒音は控えめで、集合住宅、アパートだったりマンションの一室で使っても、問題ない設計になっております。それからハンドピースですね。ハンドピースが使いやすい。これは長時間作業していく上で非常に大切なことになります。大きさと重さですね、かなり工夫されていると思いますので、長時間使用していても疲れにくい設計になっています。それから精度も割と良くてですね、高価格帯のこのリューターと比較すると劣りますけども、ブレもなくて少なくてですね、精密な作業に向いているリューターだと思います。それからフットスイッチが標準装備されていますので、オンオフを切り替えて、作業効率が向上するスイッチがついております。そして最後に、価格なんといっても価格になります。約2万円という初心者の方も手に入りやすい価格になっております。で、今日ご紹介したこのリューターですけども、ちょっとね、僕持ってるの古いモデルになりますので、今はもうちょっと新しい感じになっております。で、昨今ですね、やっぱり、物の値段がどんどん上がっておりますので、このリューターを製造するのにかかるコストも当然上がってきてると思います。なので、だんだんね、このリューターの販売価格も、値上げせざるを得ないのではないかと僕は思いますので、まだリューター持ってない方はですね、約2万円で買える今のうちに、ぜひ購入してみてはいかがでしょうか。僕のチャンネルこのジュエリークラフトでは、こういった彫金道具、それから、機械工具類とかですね、彫金、ワックスモデリングの技法なんかも、どんどんご紹介していきたいと思っております。
まだチャンネル登録いただけてない方は、ぜひチャンネル登録をして帰ってください。それから、いいねボタンを押していただけますと、それが僕と皆様とのコミュニケーションになりますので、ぜひいいねボタンを押して帰ってください。それでは、また次回もジュエリークラフトお楽しみに。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルはウェブサイトジュエリークラフトと連動しております。写真や図解とともに記事として詳しく解説していますので、合わせてチェックしてみてください。インスタもやっています。いつでも気軽に見返せる動画や図解を投稿しておりますので、こちらも合わせてチェックしてみてください。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。